こんにちは、トラベルライターの伊藤です。今からヨーロッパに行くんですけど、10時間、2時間のフライトになってます。スーツケースと、あとこういうなんか布のバッグをいつも持ち込んでます。まずね、パスポート。私2冊持ってて、こっちが新しい方でこっちが古い方なんですけど、こっちにビザがついてるので、私いつも、次の、ビザの更新までは2冊パスポートを持ち歩いてます。あとお財布ね。これがアンカーの充電器で、ここに残量が出るタイプで、スタンドにもなるので便利です。ビーツのキム・カーダシアンコラボのやつを使ってます。この中にコード系のものが入ってるんですけど、無線のイヤホンって充電切れちゃうと使えないので、有線の方のイヤホンも持ち歩いてます。このタイプ C で iPhone にさせるタイプです。あとこれ充電器、こっちが USB になってて、こっちがタイプ C になってる充電器ですね、ケーブル。飛行機ってだいたい USB のことが多いので、いつもはタイプ C を使ってるんですけど、飛行機用にこれを Amazon ベーシックかなで買ってます。であとこの中はティッシュだったりとか、これはウェットティッシュかなと、これちょっと分厚めの香港でいつも買ってるティッシュと、でこれはもらったやつがほとんどなんですけど、グリーン車全然さ、おしぼりだったりとか、あと話せるとティッシュだったりとか入ってます。でこれは、無印のポーチです。長距離であとトランジットがあるときって結構ロストバゲージしたりとかする可能性が高いと思ってるので、現地で困らないようにある程度のコンタクトだったりとか、あとは歯ブラシだったりとか、そういうものも一通り入れてます。これも別の無印の袋なんですけど、これはなんかお薬、常備薬一式、これね、あれね、ニューベインいつも飲んでるニューベインのむくみのサプリ、あとはコンタクト3日分ぐらい一応入れてます。これ歯ブラシか、歯ブラシと歯磨き粉のセット。たまにね、なんか空港でシャワー浴びたりする時もあるので、いつもシャンプーとコンディショナーのセットも入れてます。これがメイク落とし、普通にコットンをちっちゃいジップロックみたいなのに入れて、その中に拭き取り式のメイク落としを入れて、こんな感じで1枚だけ持ってきてます。あとこれなんだっけ、これはなんか試供品でもらったポーラの化粧水だったりとか入れてます。これバッグ、これもなんかロストした時に使えるかなと思って1枚入れてます。いつも使ってるセンテリアン24のパックを入れてます。あとはボールペン、これ便利で、これ線抜きになるボールペンなんですけど、使えるので一応入れてます。機内が結構寒い時があるので、一応ホッパイロと持ってます。であとはマスク、くちゃくちゃだけどこれマスク、こんな感じでマスクも一応入れてます。これは結構長距離じゃなくても短距離でも一応持つようにしてます。あとこれね、一応普通の歯ブラシ持ってるんですけど、ここにこの青いポツっていうのがなんていうんだろう、マウスウォッシュみたいな感じになってて、これで一応磨くとちょっとさっぱりするよみたいなやつ。これ結構ね、普段も持ち歩いてるんですけど、歯間ブラシみたいに使えるのでとっても便利です。これアメリカだとターゲットとかで売ってるので、お土産にもおすすめです。メラトニンのグミ、韓国で買ってるメラトニンのグミはお守り代わりに一応持ってます。かやのよのだしスープ、和風のだしのスープなんですけど、これお湯入れるだけで飲めるので、機内でなんか寝ちゃって
ご飯食べ損ねた時だったりとか、あとは大体だからアメリカ戦だと和食はないので、こういうのでしのいだりしてます。で食べ物系でいうと、私いつもあんま機内食食べないので、おにぎりもう大体1個は持っていくようにしてます。これはちなみに明太子のおにぎりを、作って自分で持ってきてます。これは早めに食べようと思います。これハンプラーなんですけど、空港でお水買うとめちゃくちゃ高いので、アメリカで特に、ラウンジ使えるときはラウンジでお水入れてもらったりとか、ラウンジ使えないときはバーで一杯飲んで、カウンターの人にチップ渡してお水入れてもらったりとかしてます。これ一応高温のやつで、エレモンのコラボのタンブラーをいつも愛用してます。ちょっと快適に過ごせる系のグッズかな。一応アイマスク、これはスリップっていうシルクのブランドのアイマスクを一応1個持ってます。機内明るくて、でも寝なきゃいけない時とかこれ使ってます。あとはこれ、機内が寒い時に足から冷えてくようないつも気がしてるので、このモコモコの靴下はいつも持ってきてます。あとはスリッパ、ビジネスクラスだとねスリッパもらえたりするんですけど、今回エコノミーなので晴れくらいのスリッパをもらったやつ持ってきました。でこれホテルでもない時にそのまま使えるので、冬はスリッパ持ってきてるんですけど、夏はだいたい B さんをそのまま流用してることが多いです。であとはこれネックピロー、これ無印のネックピローなんですけど、こんな感じでここでギュッとこう縛れるので、ビーズクッションが入ってるタイプの、ネックピローです。これはいつもこのバッグのここにカチャッとつけて、こんな感じで登場してます。あとこの子、フライト用のジェリーキャットちゃんもいつも連れてます。結構これね、普段から使ってるものだからあれなんだけど、リップだったりとか、これもリップね、これもリップとか、あとは目薬だったりとか、ちっちゃい鏡、ここに全部集約されて入ってます。これがフェイラーのちっちゃいポーチです。リチウム電池が入ってるものを機内っていうか預けられないので、充電式のもの、歯ブラシだったりとかも全部機内持ち込みに入れてます。それと同じ理由でパソコンとかも全部機内持ち込みになってます。あと他にリチウム系あったかな。美顔器とかも結構リチウム電池入ってるので、この電気バリブラシとかも今回一応持ってきたんですけど、これも機内持ち込み、美顔器とかも結構リチウム電池入ってるので、前回、ヨーロッパ行った時にロストしてすごい大変だったので、今回はちょっとメイクポーチも機内持ち込みに入れることにしました。メガネとか、あと普通にコスメ一式一応全部ここに入れてます。貴重品だったりとか、ジュエリーだったりとかは全部機内持ち込みの、バッグの中に入れてます。これはジュエリー、あとはバッグだったりとかこっちに入ってます。キャッシュだったりとかも全部、機内持ち込みです。これはユーロとカードだったりとかを全部この無印のファイルケースみたいなやつに入れて保管してます。トランジットの別の国でちょっと時間を過ごさなきゃいけない時って意外と忘れがちなのが、このプラグの変換するやつがないと充電できなかったりするので、一応これも機内持ち込みに入れてます。これは無印のやつですね。世界全部多分使えるやつだと思います。いろいろ組み合わせを変えて使えるので、これとっても便利です。今日朝3時半に起きて、5時に空港に行って、結局乗れなくて一回家に帰って、でそれでまた別の空港に来たので、今もう1時32分、新しく取ったフライトも1時間ほどディレイしているので、
少しラウンジでゆっくり過ごしたいと思います。というわけで、リクエストいただいていた長距離フライトのバッグの中身の紹介は以上になります。動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではバイバーイ。